頃から僕宇宙の外側って何かあるのかなってずっと思ったんですよ。今の科学者でほとんどの人が我々の祖先は宇宙から来てると思ってます。2020年がコロナ禍、この周期のたびに人間が電波を開発してるんですよ。そうだ。この宇宙って右回転と左回転がずれてるよねって。ずれてるってことですよね。低物学最大の謎なんですよ。地球上の音楽が全部すり替えられたっていうのは本当の話。今街で聞こえる音楽の 99.9% がずれてるんですよ。研究したことによって操れるようになっちゃったってことですか。彼らはある意味それを。その時代から世の中はやっぱりおかしくなってきてる。先祖の名前って音波じゃないですか。これ言えることによって何が起こるかというと、その当時の DNA が発現してくる。オンになるってことですか。そうなんですよ。ごめんね、今日絶対楽しくないと思う。みんないいよね。いやいや、めっちゃおもろくない？前回一番面白かったですよ、僕聞いて。全員置いていこうか。はい、皆さんこんにちは。今日も対談のお時間です。今日のスペシャルゲストは作家の佐藤水夫さんです。皆さんこんにちは。出た出た。ちょっと真似してみました。結構みんな真似されるんですよね。全然似たんです。すいません。佐藤光郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、光郎さんのことを知らない方のために、主にどういった活動をしてきたのかっていう。もともと僕電力会社で10年間働いていて、そこで社会がどうしてもおかしいなってことに気づいて、利権構造だとか、電力の中でも言いたいこと言えなかったので、情報発信を自分で個人で始めたんですよ。そしたらまあそれが人気が出て、この読者さんたちから会社なんか辞めて人前に来て顔見せて話してくださいよ。顔を当時隠してたんで。あ、そうなんですね。ブログかなんかですか？そうですね。ブログとかツイッターとかですね。最初がツイッターかな。どんな人が見てみたいって言われて、確かに顔も見ないでこの自分の情報を届けるってすごい無責任だなと思ったんで、もうやめて、神様とのおしゃべりっていう一冊目の本を書いたら、本当偶然なんですけど、それが30万部ヒットして。すごくないですか？本当にたまたまなんで。たまたまなんですかあれ？多分わかんないです。スピリチュアルとかそっち系の分野では知らない人ではいないであろう。スピリチュアルな分野だと自分で思ってなくて、科学的にそういったことを説明しようっていう立場なんですよ。科学っていうのは何かっていうと、今まで起こっていたことを再現性を持ってもう一度起こすための学問なんですよ。ニュートンが万有引力を発見する前からリンゴは木から落ちてたんですよ。まあ当然じゃないですか。確かに。でもニュートンがリンゴはどうして木から落ちるかっていう数式を書いたおかげで、もう一回リンゴを木から落とすことができるようになったんです。これが再現性なんです。これが本来の科学です。皆さん。今どうなってるかっていうと、例えばですけども、癌は治るんだよっていうのを100の症例を持っていた人がいる。いわゆる白い巨頭ですよね。病院のすごい院長さんに癌は治りますって見せたら、病院の院長が言ったのは、佐々木くん、癌は治らないことになってるんだよって言ったらしいんですよ。現実はこっちなんですよ。起こってることは。今の科学だとか医療体系で説明できないことは否定していくっていうのが今の科学になっていて、それ違うなと思っていて、なので、ね、僕は起こっていることは 100% 信じます。まず自分の目で見たんだったら。ただそれが今の科学が説明できないからって言って逃げはしません。それを説明しているうちにやっぱりそれってオカルトだしスピリチュアルだからそういう風な目で見られるけども、一貫して僕は唯物主義だし、そもそもの最初言うと小さい頃から僕宇宙の外側って何があるんかなってずっと思ったんですよ。あら、一緒です。結構ね、みんなそうなんですよ、実は。みんな思ったのが、みんな生活が忙しくてそれを考えていたってことを忘れてるだけなんです。でも絶対みんな最初は思ってた。宇宙の外側って誰でも気になるじゃないですか。そういったことを僕は暇人だったので常に忘れずに探求してきたっていうニュートンっていう雑誌わかります？わかります、わかります。あれが僕の愛読書で、ガチモンの科学雑誌ですよね。科学雑誌を数式なしで優しく教えてくれるあれ大好きで。難しいですよね。でも結構優しく書いてあったんです、あれと月刊ムー全く書いてあること一緒なんですよ。これ嘘じゃなくて、ニュートンに書いてあることと月刊ムーに書いてあることが片やオカルトのトップ、片や科学を優しくしてるのも同じなんじゃないかなっていうことで、僕沖縄で生まれてるけども両親が教職者なんで先生なので、沖縄って本当はユタとか祈り事するんですけど、我が家一切やってなくて。あ、そうなんですね。教員なんでそういうの信じてないんですね。一切やってないところで妻と結婚したから、一般的な沖縄人の家庭なんですね。一般的な沖縄人の家庭はユタ半分病院半分って言って、具合悪くなったらとりあえずユタに行くんですよ。ユタに行ってその後病院に行くぐらいな感じなんでそんな知識ないから、結婚した後に妻のお母さんにあんたユタ行ったことあるって言われて、ないよって言ったらはぁみたいな感じになって、行きなさいって言って初めて僕ユタさんに行ったんですね。そこでいきなり言われたのが、あなたの出身地、あなたのお父さんどこねとかって見ながらやるんですね。僕の親父石垣島で生まれてって言ったら、そのユタさんがあなたの親父は佐敷村で生まれてるねって言われて、いやいや石垣だしと思って何にも分かんないなと思って、すごい平行線のまま家に帰ってお母さんに聞いたんです。僕の親父って幼稚園の頃亡くなっているので、あんまり記憶はないんですけども、
お母さんに今日ねユタっていうの初めて言って、親父が挿し木とか言ってるよって言ったら、そうあなたのお父さん挿し木よって言われて、なんでこいつわかるんだろうと思って。ただ僕の母はそれでも教職者だから、蜜ろうって言ってね、多分あのユタ探偵雇ってるよもう怒ってること先に僕目にしたら、これ科学が今説明してないだけだなと思って、自分の中で仮説をバババババってやっぱ頭で立てるんですね。今世界でですね、一番情報機関でトップなのがモサド。イスラエルの。はい、イスラエルのモサドです。で、あの国は結局常に戦っていないといけないから、レーザー技術が世界トップなんですよ。だからレーザー、美容とか全部あれイスラエル製です。そうなんだ。今回のアイアンドームも今アイアンビームで書いてるから、やってますよね、はい。あの国は常に最先端で、モサドってのはもっと最先端。そのイスラエルのどっかの大学が発表したんです、2年前に。どんな遠い場所でも部屋から出てくる光さえ見れば、中の会話を全部音波を抜けるっていうやつだったんです。でこの技術がすごい説明がすごくて、電磁波って結局波じゃないですか、はい、波にその部屋の中で音波がどっちみち乗ってるんです、届いたこの光という電磁波から光の部分を純粋に引き算したら音波だけが残るっていう技術があって、これが出てきたってことは、軍事技術って多分30年後に出てくるので、モサドって今はもっと進んだ双眼鏡さえあれば目で見えればそこの音全部拾えるっていうのが30年前。壁越しですよね。はい、それが30年前だと思ったら、水があるじゃないですか。水っていうのは情報を結局記録するわけです。記録するっていうね、はい、H2O で共有結合してるんですけど、O の上に H が2つあって、2つの共有結合の間に電子が行き来するこのピコ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 っていうこれの状態で無限の数があるんですけども、これでどうも情報を記憶してるっぽくて、水って常にこの周りにあるので、体にもあるしどこにもある、はい、多分なんかデバイスさえあればピッて読めば僕の周りの音波信号全部取れると思うんでこっからは予測ですよね、はい、多分ユタさんっていう能力の人はそれが読めるんだと思うんですよ。周りにある水のその記憶っていうか、はい、だから僕初めて会った時に、あんたの親父は挿し木村だねって言われて、僕だけ知らないっていう、そういったこともなんとなく今こうやって僕がただの仮説ですけども、そうかもねとは思ってくれるじゃないですか。超能力とかを科学的な視線で、超能力だの現象だの科学的な視点で解説することができるっていう、できるというか、はい、それが好き、おそらく、はい、それが大好きっていう、昔からそういったことをやってたって感じなんですか。そうですね。でも小さい頃から小学校の友達にいましたやってるんですよ、これをずっと。光郎さん的には幽霊とかっていうのは何だった？幽霊も簡単なんですけども、はい、幽霊っていう中でじゃあ例えば先祖の話すると、はい、先祖の名前って何名まで言えます？俺全然言えないですよね。僕はでもそれ言われて以前、僕親父が幼稚園で死んでるから、さらに言えばおじいちゃんにも僕会ったことないんです実は。永昌、永寿、永前、永元、永宝、永喜って僕やば6名ぐらい。いやもっと言いますね。はい、でその一番上に沖縄の荘園王っていう王様まで全部つながるんですけども、これ言えることによって何が起こるかというと、先祖の名前って音波じゃないですか。 DNA の周りに水があって、それが記憶してるので、直木マンのお父さんもおじいちゃんも、おじいちゃんからの DNA 今も体の中にあるのはそれは科学が証明しますよね。間違いなく、はい、その DNA っておじいちゃんが生きてた頃一番音波振動にさらされたのはおじいちゃんの名前なんですよ。は DNA のジャンク DNA がどうやってスイッチがオンオフになるっていうのは村上先生が仮説立ててるけども、あんまりまだ分かったない。多分これは音波によって揺らしてあげればヌクレオシドが自動的にその当時の DNA が発現してくる、オンになるってことですか？ごめんね、今日絶対楽しくないと思う。みんないいよね。いえよ、めっちゃおもろくない？めっちゃおもろいでしょこれ。俺前回一番面白かったですよ、僕聞いて。全員置いていこう今言ったこのヌクレオシドに結局音波信号の情報素子があるって思った時に、僕は永寿って言えば一番どこが触れるかというと、僕の全身の細胞の中の DNA がオンになるんですよ。永寿の細胞が科学的に証明されていることを言うと、イギリスの研究でお父さんがめっちゃ試験勉強した時に生まれた子供って IQ 高くなるんです。DNA っていうのは受け継がれてきた何とかじゃなくて、その時のお父さんがどんな状態かなんですよ。お父さんがめっちゃくちゃ試験勉強したから、その子はちょっと頭 IQ が高くなるように、その状態によるんですよ、お父さんとかお母さんが。ってなった時に今言った音波振動で多分オンオフがあるので、僕は永寿って名前を恥ずかしい話なんですけども35になって初めて知ったんですよ、そしたら永寿っていう音波振動が全身の DNA が待ってたんですよ。37兆個あるので、DNA がそれがわーって一斉に震えて、永寿の時の共鳴が起こって、永寿の能力が発現するんです。どんな能力かというと、永寿さん、その後親戚周りにみんな聞いて分かったんですけども、応援弁士を知ったらしいんです。選挙に出る人の横でずっといます僕口がすごい達者じゃないですかとか、永寿は音楽が好きだったと。僕も今音楽してるんで、ね、そういった先祖の名前を言えば先祖がその時得意だった能力もできるので、永寿さんの名前を知ってから一気にその能力が、ちょっとその前からどっちみちやってたわけだけどみたいな、どっちみちあったんですけど、やっぱそれがもろ出るようになって、さらに言えば永元さんっていうのが6代上にいるんですけども、永元さんっていう人は本を書いていた人で、僕もそこからいい本が書けるようになって、作家さんじゃないですか。自分の先祖を呼ぶっていうのはどっか目に見えないところに何か
化を求めるんじゃなくて、現実問題ね、唯一物主義者から言うと、体の中に37兆個の細胞があって、その中にある DNA ヌクレオシドの並びはずっと本当に物理的に遺伝してるの、同じ配列で。それが音波振動によって共鳴した時に起こる発言、蘇るです。明日も実は量子力学のすごい、若い先生に会いに行くんですけども、その方がでも言ってたのが、今量子力学の世界ってどうなってるかっていうと、数学のオリンピックになってるんですって。ほう、ということですか。誰の方が数式をうまく解けるかになっていて、そもそも量子力学ってこの宇宙ってどうやって始まったのかっていうのを素粒子の部分まで行って解明するはずなのに、もう今誰もそんな人いないって言ってますよ。科学者って占いも信じられなかったらやめた方がいいと思ってて、今までに分かっている知識だけでやるのは学校の先生。確かに科学者っていうのは今まで分かってる知識じゃないとこにあるものを探しに行く人が、ここにはないものはないって言ったら、お前らは先生をやっとけって僕は思うんですよ。視野が狭いってことですよね。分かってることしかだって使えないんだから。確かに。その中の方程式どれほど組み合わせても外側の新しい発見には結びつかないから、そこに行くってすごい勇気があって、なんでかっていうとそれはバッシングなんですよ。今の権威とは違うよっていうことだから。最初は叩かれちゃうってことですよね、解明するまでは。標準理論では絶対にありえない素粒子が見つかったりしてるんですよ。標準理論っていうのが覆るってことは量子力学も全部覆るってことだし、覆っちゃうから、こういうのがでもやっぱ怖いんでしょうね。それが僕たちが生きてる間で覆った例ってありました？今まで。最初に当時西洋の宗教キリスト教のあたりが、この世は絶対に美しくないといけないっていうことを決めたんですよ。なぜなら神が作りたかったなるほどなるほど。神っていうのも人間が結局思考の産物で作ったものだと思うけど、そうですよね。その時美しくないものは神の世界にないっていうことで、多分レオナルド・ダ・ヴィンチかな、双眼鏡を最初に作った人って遠くのものが見えると、これすごい発明じゃないですか、上見ちゃったんですよ。そしたら月があまりにもクレーターでボコボコで汚かったんですよ。汚いものを神が作るわけないから、この双眼鏡をどういうふうに言われたかっていうと、当時の中世のヨーロッパで地上を見るにあたっては作用するけども上を見た瞬間壊れるってこと。いやですよね。でもそれが毎回覆ってきたんです、ちゃんと。なるほどね。地球の方が動いてるんだよ、天動説じゃないよとか、そういう歴史なんで、今のこの標準理論にしろ何にしろ最後は覆っていって、でその時に俺昔から知ってたぜってみんな後から乗ってきて言うんでしょうけど、最初に叩かれながらも言った科学者こそ俺は科学者だと。確かにね。そういう科学者をいっぱい出てきてほしいなと思う。ある意味昔でいうニコラ・テスラあたりがだと思いますよ。音が19世紀に変わった話しますが。いいですか？めっちゃ面白いので。藤子ヘミングが1曲しか弾かないって決めて、それを純正率で弾いたら死ぬと思うよみんな。俺めちゃくちゃピアノとか下手だけど、これを伝えたいがためにやってるんですよ。純正率、平均率を伝えるためにピアノ一生懸命練習してやってる。俺のレベルでも何も聞かされてない人が来て涙触って流すんですよ。嫁にね連れてこられて、最近70歳のおじいちゃんが言ってくれたんですけど、水野さんが鍵盤バッて押した瞬間涙がわーって出てたんだよ。これ何なのかねって。これ純正率だから、単純に19世紀後半まで地球上の音楽全部純正率だった。それが19世紀後半からギターっていうのも違います。今街で聞こえる音楽の 99.9% がずれてるんですよ。割と最近じゃないですか、19世紀なんて言ったら。そうなんです。19世紀後半最近ですよ、本当に。そこの時に世界標準音かな、なんかそんなの決めたところにちょっとロックフェラー財団も関係していて、出ました。ナチスで言えばゲッペルズって知ってますか？ナチスの洗脳担当、それも多分第1回のね会議に出てるんですよね。何があったかは分かんないけども、とにかく地球上の音楽が全部すり替えられたっていうのは本当の話。研究したことによって操れるようになっちゃったってことですか？彼らはある意味それを。ちょうど19世紀で産業革命などがバーンってきて、そういう時代ですよね。その時代から世の中はやっぱりおかしくなった。それをひょっとすると計算した者たちがいるかもしれないは仮説。 CM って全部不安にさせるんですよ。あなたはそのままでいいですよ、イエス資生堂って言っても誰も何も買わないじゃないですか。買わないあなたは美しくない、だから口紅を買ってくださいとか、あなたは家にいたら退屈でしょう、だから JR スキーに乗ってスキー行きなさい。全部が絶対にあなたはそのままではダメですって否定してるんです。それがマーケティングの一番の理論。まあね、不安にさせればさせるほど購買動機が起こるので、それこそ美しいモデル使ってあなたにはこれがないから足りないからってね、煽ってますよね。一つでもいいから教えてほしい。 CM であなたはそのままで美しい資生堂とか絶対ない絶対にないからそれ素敵なパンチラインだけどね。絶対にないから、そんなの誰も買わないんだもん、そのままでいいんだったら。でこの世の中は左回転っていうわけのわからない。3時間行くけどいい行きましょう。これも面白いですけどね。左回転と右回転っていうのが効果が違うって言ったら絶対誰も信じない。僕も最初信じなかった。何の話ですかって思いますね、まず。この世界には左に巻くものと右に巻くもので全然効果が違
違うっていうのが分かっていて、僕たちの体の話からじゃあしますね。僕たちの体の中にはアミノ酸がありますと。体の中っていうのは全部 L 体のアミノ酸でできるんです。左巻き。そう、生物学最大の謎なんですこれ、実験室で作ったら右巻きもあるのに、地球上の人間だけじゃないです。全部の生物のアミノ酸って必ず L 体左巻きなんですよ。あれこれなんでだろうっていうことで、1980年にある博士が仮説を立てて、地球上の生物全部が左巻きっていうことは、ひょっとすると我々の祖先って宇宙から来たんじゃないかなって言い始めたんですよ。宇宙には中性子星っていう星があって、右回転の光と左回転の光があるんですね。円変光って言って、その周りをたまたまアミノ酸が飛んでいたら、その光によって左回転の物質だけが残るんですよ。で僕たちの地球上の全ての生物がなぜか左巻き、あれおかしいな、実験室だったら右巻きでも別にタンパク質できるのにこの偏りはなんだ。ひょっとするとこの宇宙の中性子星のどっかの近くを飛んできたことによって左巻きのアミノ酸だけが地球に落ちて、これでパンスペルミア活説って言うんですよ。はあ、飛来してきたってやつですか。はい、今ちなみに生物学者で今の科学者でほとんどの人が我々の祖先は宇宙から来てると思ってます。面白い。学習院大学が2年前に発表したんですけども、微生物は最近は集団になったら必ず左回転する、右には回れないっていうのを最近発表していて、人間って左側の空間認識力が高いから左側に安心するっていうのは、これもまた心理学で分かっていて、知らない街に行った時人間は無意識に絶対左に曲がるんです。人間はもう左しか選択しない。お化け屋敷はそれを逆転にとってわざと右回転にしてるんです。不安な心になるから。これ商売にも使えて、どういう風にすればマーケティングで成立させられるかっていうのを、どこに座るかでこれできるっていう心理学があるんです。じゃあそっか、安心させる方に座った方がいい。また逆に不安なところに座らして不安なことを言ってコーヒー取ってくる時に安心なところにして、この商品があればねっていうとか。女の子を落としたかったら左側に立った方がいい。全然そんなのもある。絶対そうですよね。とにかく左回転と右回転っていうのは体の中からして全部違うし、ここまで調べた後にもっと根本的な何かが違うんじゃないかなと思って調べてみたら、ちょっと難しい話になるんですけども、素粒子っていうものは全てアップスピンとダウンスピンっていうのを持ってて、これが右回転なのか左回転なのかなんですよ。この宇宙には4つの力しかなくて、強い相互作用、弱い相互作用、重力、電磁気力なんですけども、弱い相互作用っていうものが CP 対称性っていうのが破れていて、対称性の破れ知ってますか？ CP 対称性の破れって言って、益子先生、小林先生、南部陽一郎先生が日本人3名で同時にノーベル賞を受賞したんですけども、簡単に言うとこの宇宙って右回転と左回転がずれてるよねって。ずれてるってことですよね。CP の対称性がもしもカイラリティもパリティも破れてなかったら僕たち存在してないって話。物質に対して反物質が同量あったら絶対に追消滅で消えるのに、俺たちが今いる理由は左回転が優位だから。これ本があって、神様は左利きであるって本があって、もろ言ってるんですよ。左回転でニュートリノは左巻きのニュートリノしか見つかっていない、宇宙の時点で左回転と右回転がずれていると。もちろん地球にとっては南半球と北半球でちょっと違うんですよ。台風って北半球の時はこういう上から見たら左回転してるんですよ。南半球のやつはこうなってる。時北に対してどう進むかっていう違いなんですけども、一つ分かりやすいことを言います。あなたの頭の中で水道の蛇口を閉めてみてください。右ですよね、蛇口を緩める左で、ネジもそうやね。ネジもそう、海を挟んだヨーロッパと中国とかお互いに言い合わせてないけど全部共通してたんです。たまたま昔から感覚で右にしたらこうなる、左にしたら緩むっていうのがあるんです。右っていうのは中心にこう向かっていく。で、左っていうのが抜いて拡散離れていく。台風って上から見たら左回転なんで、風がめっちゃ吹いて拡散するんですよ。なるほど、なるほど。中心にこうギューってなるわけじゃないもんね、確かに。右回転は逆に言うと中心にギューってできる。それによって台風のあれも違うってことですか？上から見るか下から見るかに違います。上から見たら手が緩めてるけども、下から見たら中心に結局。確かに確かに。どっちから見るかによって違う右回転。面白い。これは本当に面白くて、これを言い始めたのが誰か貴公子に僕言われたんですよ。この人は絶対にエネルギー入れるときは右で入れる、エネルギー抜くときは左でやる。やればやってる年月が長い人ほど絶対みんなこれでやってるんですよ。なるほどね。でその理屈が右回転は締める、左回転は緩めるだから、これとかも結構緩めるときって、これ僕今左回転、そうですよね。これを僕実験してみたんですよ。コーヒーをスプーンで7回かき混ぜてもらうんですけども、最初に左回転にコーヒーをかき混ぜてください、それを飲むと、そしたらですね、緩まってるので甘く感じるんですよ。ちょっとみんなやってみて、これ。最初左に7回混ぜ
ぜて、7っていうのも大事なんだけど、7回混ぜて、7ちなみになんで大事なんですか？ 7、3時間かかるな。7の法則っていうのがあってね、この世の中は3の法則と7の法則しかないんですよ。これはグルジェフっていう世界で一番神秘家だった人が、ロシアの人が言ってる。これは話すとほんと5時間かかる。後でもし時間あったら話すけども。 7が特別なんですね。はい、コーヒーを用意して7回やって、この実験俺コーヒー飲めないからできないっていう。いやちなみにコーヒー以外でも別にいいですよね。何でもお茶でもいい。まあコーヒーは出やすいですよね、やりやすい結果が。エントロピーが増大する方向に行くか、それともエントロピーが収縮する方向に行くかって違う。結局回転もそのエントロピーに直結するんですか？全然エントロピーに直結する。これをちょっとね地球に応用してみます、今のは宇宙全体に関係する法則、ニュートリノは左巻きしかないっていう法則なんだけども、地球というところで見ると、僕たちの乗り物って一番最初に動いてる場所ってどこかって考えると地軸なんですよ。スケボー乗るときってスケボーがどうやって動くかっていうのを知ってないとちょっと怖いじゃない。確かに。同じく僕たちって地球という乗り物に1秒間に 400m 動いてる乗り物乗ってるのに、この乗り物の特性あんまり誰も知らないでしょ。知らないかもしれない。ここからまた楽しい話があって、ドイツの研究者が犬がうんこしているのを3000回調べたやつ。どういうこと？犬ってうんこする前にくる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 って回るんですって。回るかも。何してるかっていうと、犬っていうのは北を探してるんですよ。ドイツの研究者のあれでは、数値はちょっと曖昧だけどごめんね、多分7割か8割の犬が必ず北を向いてうんこしてるの。コンパスで今度散歩してる時見てみてよ。ちなみにこの7割で3割じゃなんで向いてないかっていうと、それは電磁場の影響なんです。電線があるところでやったら北を正確には向けない。僕たちの背骨って脳からの電位が流れてるんです、電気が。僕電力会社で10年働いてたけども、一つの棒に電気を流すとその前に磁場の回転ができるってのは習ったと思うんですよ、僕たち。背中に電力が流れてるから僕たちは方位磁石を持ってるんです、脊椎動物は。実はこの研究とは別に牛も草を食べるとき必ず北向いてるんです。なんで北なんですか？それを今から話すと、なんで北なのかって思うじゃないですか。僕が自分の親父の位牌と僕のおばあちゃんの位牌を同じ仏壇にしているのを何も言わないでユタに行ったら、ユタさんに、あんたはねこの位牌ね親父と一緒にしてるでしょ、これダメよ、先祖が嫌がってるって言って、家に来た時にユタさんって仏壇の方向を見るんですね。これだったら神様に通らないよって言い方する。神社って必ず南向きなの知ってます？仏壇も要するに南に向けなさいって言われたの。その後分かったのが、南に向いているっていうことは祈る人に北を向かせてるんですよ。北を向かせるがために神社を南向ける。なんやってその発想みんな今までなかったから神様主体だったけども、僕たちは祈るんだったら北を向かないといけない。それは何でかっていうと、さっき言った通り僕たちの乗っているスケボーは必ず北の一番の地軸が中心軸なんですよ。ここ北どこ？北こっちですね。あそこを向いた時に僕たちは背中に通っている電子流って言って、今までエレクトロニクスっていう分野が今スピントロニクスっていう分野になっていて、電子のスピンまで合わせようってことになってるんだけども、回転方向が揃うんですよ。北向いた時に、北向いた時に昔から言われてることが全部実現するんだけど、右手で左手、右手と右っていうのは水なんですよ。水はできる限り下に行こうとするの分かります？火って必ず上に上がる。北向いた時に太陽っていうのは東から昇って、あれ太陽が昇ってんじゃん。俺たちの地球がこうなってんの。地動説だから今。そうだよね。昔までは太陽さんが上がってくると思ったけど、俺たちが乗ってるこの乗り物がこういう風に、そうあっち向いた時に摂理通り、水は下へ火は上へっていうエネルギーになる。北向いて祈るとか北向いて何かを通すっていうのは必ずその方向の先に繋がるものがある。なるほどね。ちなみに電子波がないとこだと人間でも分かる？分かるもちろん。どうやって分かるんですか？多分分かるんだと思うよ。例えば直木マンを連れて勝手になんか山の奥に置いてきました実験したら、直木マンいつの間にか食べてる時絶対北向いて食べてるし、今僕さらされてるじゃないですか。毒されてるからしばらく自然にいたらとかじゃなくてですね、ここにいたら無理。急に飛ばされても大丈夫なんですか？ちょっとかかるとは思うけど、自然にさらされてこの環境下に入ったら誰でも無理。電力会社だから分かるけど、電気つけてなくても屋内配線って壁の中は電圧かかってるんですね。ブレーカーバチって切ったらひょっとするとちょっと良くなるかもしれない。めっちゃおもろい。高圧電線気をつけてね。高圧電線が張ったらまた意味ないから。よく鉄塔が立ってるの自然って。そう考えるとちょっと関係ないかもしれないですけど、今どんどん 5G とかいろいろ言われてるじゃないですか。みつろさん的にはどうなんですか？都市伝説だと思って聞いてくださいね。100年に1回流行のあれってある説があるじゃないですか。2020年がコロナ禍、この周期のたびに人間が電波を開発してるんですよ。そうだ。2つか3つ前の最初の周期の時に初めてラジオ放送か何かの放送が起こったんですね。人間の体の細胞って今ある周りの細胞に対して共振させられたらもうすごいことになっちゃうので、一回その時死ぬけど細胞ってすぐ再生するから、それを乗り越えてきている歴史だから、もしも今ここに宮本武蔵を連れてきたら1秒で死ぬ。この今のそう、僕たちは今のこの電磁波だとかラジオ波、テレビ波、いろんな電磁波に対して細胞が共振しないようになってるんですよ。
新しい電波の帯域が出た瞬間に病気はもちろん流行る。一時的には免疫が落ちたりして。そうですね。結局進化ってそれ乗り越えていくから、新しい電磁波がなんか出た、ペストわかんないけど流行った、5G が出たコロナだとしても、すぐ僕たちは耐性を持つのよ。一時的に免疫落ちるじゃないですか。今結構体調崩してる人が多いじゃないですか。夏にインフルエンザが流行ったりとか。さっき言った通り、今ある電磁波に対して僕たちの細胞が絶対に共振しないように進化する。細胞にとっては簡単で、本当に 0.0001g だけ重くなる、短くなるだけで、整数倍じゃないところに自分を持っていけば、はあ、面白いね。コロナが流行った時に沖縄で楽しいことが実は起こっていて、はい、沖縄に昔からずっと赤木って言っていろんなところに生えてる大きい木があるのよ。一度も枯れたことないのよ。コロナと同時に全部枯れて、この赤木に新しい病原菌が発生していて、だからコロナという菌だけじゃないものがいろいろ発生はしてる。なるほどね。この流れで終満共振いいですか。はい、終満共振ってね、聞いたことある人はあると思いますけど、一般的に生きてたら名前だけ知ってるかも知らないっていう人が結構多くて、シューマン博士っていうのが見つけたから終満共振なんですけども、はい、この電磁波帯に最初に気づいたのがニコラ・テスラなんです。テスラはこの終満共振に電力を乗せることによって世界中全部で電気を無料で手に入れるっていう方法を考えついたんですけども、ウォーデンタワーだっけ、あれで全部、あれも終満共振。シューマンさんって結構最近ですよね。テスラより1900ちょいぐらいですよね。テスラの時代は誰も終満共振を逆に証明できなかったから、先にめっちゃ見つけすぎてもう無理みたいな。でもシューマンさんの頃には分かったから、シューマンさんが発見したね終満共振だけど、テスラが最初に見つけていて、この終満共振っていうものとともに僕たちは常に進化してきたから、体中の細胞が終満共振で調整するようになってる。アメリカとソ連って宇宙開発競争をしてた時に、ソ連がぶっ飛んで進んでた、ソ連が打ち上げた時にアメリカこんな技術ないから焦ったんですよ、めちゃくちゃ。ソ連は最初に宇宙飛行士を送った時に宇宙飛行士が具合悪くなるところに気づいて、それが終満共振がないっていうことで具合が悪くなるところに気づいたんですよ。これは公には出てないんだけども、そうなんですね。今も NASA とかのスペースシャトルの中では終満共振を流してるんじゃないかっていう噂というか、でも俺は流してると思うけど、世界中に誰もが同じ電磁波にさらされてるっていうのが、これが終満共振。これが 7.83 あたりで上下してるんだけども、ニコラ・テスラはこれを使って電磁波に電力って乗せることができるんですよ。それで地球上どこでも電気を取り出せるようにしようとしたんですよ。やばい。可能なんですか、本当にやろうと思ったら。全然今だって PLC って言ってパナソニックがやってるので、パワーラインコミュニケーションを調べれば分かるんですけども、そこら辺の電線に普通に情報を載せれる。瞑想が一番深く入るときって簡単に言うと頭が 7.83 の周波数になってるんですよ。終満共振のちょうど自然と。僕たちって今みんなスマホ見るから、ぼーっとする時間が今なくなっていて、なんかやっちゃってるからってことですね。そうですね。携帯電話が登場する前の僕たちなんて鼻くそじくって何もしなかったですね。本当、ナオキマンが言うとおり、ぼーっとするっていうのは実はぼーっとしてるんじゃなくて、脳では最近デフォルトネットワークモードかな、ぼーっとしてる時一番脳っていうのは活性化してるってことが分かる。昔の先生はぼーっとするなって言ったけど、今の科学分かってる人はぼーっとしなさいって言うんですよ。本当にそうなんですよ。一人になった時が一番力発揮するんですけど、ネタ決めとか時間が必要なんですよ。1週間ぐらいぼーっとしてYouTube とか見ながらぼーっとしてる時なんですよね。終満共振の音を聞くとかって言うけども、聞けるんですか？音聞いてる今だ。僕たちが常に聞いちゃってるから無意識で分からないってことですよね。前回ちょっと面白い例え話あれいいですか？僕例えばここのクーラー止めた時にヒューンって音聞こえるんですよ。地球の自転が止まる音って聞くまでは聞けないんですよ。地球の自転が止まった時にうーんって音が多分なると思ってる。でも今地球の回ってる音ずっと聞いてるから俺たち分かんないし、分かんない。鼻くそこうやってたちも鼻くそ臭くないんですよ。鼻くその周波数は鼻の中にあるから。鼻の中に。俺の鼻くそは臭いと思うけど、俺の鼻くそ俺は臭くないのよ。臭くないっすわ。子供食ってますから。同じように終満共振は常になってるがゆえに俺たちは誰も認識しない。ロマンですねそれ。全然違うんですけど、バシャールのスークって言ったじゃないですか。宇宙人。俺ら合ってるけど、気づいてないっていうのはロマンそっちに近いなと思って。いやスークの話でプラスアルファなんかあるんですか？スーク俺の本に出ますよね。要は記憶を消すっていうか、擬態するっていう記憶の擬態、捕食っていうのがあって、逆位相の波を出せばいいだけだから。可能っちゃ可能なんですか？全然できる。ソニーがノイズキャンセリングイヤホンって皆さん発売してるの分かります？もちろん。音が消えるじゃないですか。なんで消えるかっていうと、先にこういう音が鳴っていたら山のところに谷を、谷のところに山をっていう音を逆に出すことで、逆位相の音を重ねたら無音になるんです。帳消しになるみたいな。そう帳消しになってるけど実は2倍で音鳴ってるから、あれ最近ノイキャンで具合悪くなる人多いんですよ。ちょっとわかる。無
本のようで実はめちゃくちゃ鳴ってるの音が。無っていう場所には全ての音が実は鳴っていて、この逆位相っていう波動さえ使えばできるんだけども、例えば音波に対しては逆位相の波動をかけてあげれば、技術的にみんな知ってるよね、もう無音になるよねと。電磁波に対しても電磁波って波があるから、それの逆位相にあったら目で見えなくなるわけですよ。記憶っていうのも海馬とかどっかに行くところに電子的な信号があるじゃない。それの逆位相の波を発することができる生物がいれば、記憶をパッて消せるのよ。やば。僕たちが会っているけども、会った次の瞬間忘れているっていう宇宙人がいるよってバシャールがこのスークって言うんだよって言ってるけども、その原理は絶対これ。おもろ。それが宇宙の物理学者が言う特異点って場所なんですよ。全てがある場所って全てがあるがゆえに何もないんですよ。何もない。僕が右手に123を直樹マン持ってます。左手にマイナス1マイナス2マイナス3を持ってます。僕って0なんですよ。なるほど。そう帳消しされて、全てがある場所って全ての正の整数と全ての負の整数、数全部を持って瞬間にこれ消えるんですよ。全部がある場所っていうのはさっき言った逆位相も全部があるから、何もないように見えるけど全部があるっていう。はあ。そこからさっき言った CP 対称線の破れっていうのは、全部があるところから何かが欠けた瞬間、ね、片割れが見える。それから3が欠けたらマイナス3っていうのが見える。見えてるものは見えてる時点で全部ずれてるんですよ、ずれてるっていう。ポジティブネガティブがあって中立があって、ちょっとポジティブに寄ってるっていう 51% みたいなね。これがだからカイラリティの破りよ。ちょっとの破れポジティブ側っていうのが俺たちの左回転優位の宇宙。ちなみに右回転優位の宇宙もどっかにあるんです。あるの？この宇宙とこの宇宙が衝突した時に追消滅で消えるんで、じゃないと原理的に説明できないじゃない。僕たちが物質として存在してるのは反物質の世界がどっかにあるから。面白い。今ちなみにこれヨーロッパでは 0.00 何秒かだけ反物質をちゃんと再現してるんですよ。水素に対して反水素っていうものがあって、ヨーロッパにセルンって言ってハイドロなんちゃら、加速、ラージハイドロ、LHE っていう水素の逆側の逆水素、反水素。反水素って反物質って現れた瞬間消えちゃうから、何秒間それを保持できるかっていうのの記録が最近多分破られて、反物質って結構ある程度の時間今結構やばくないですか？意図的に作ってるってすぐ消えちゃうから大丈夫ですもん。一瞬ブラックホールを作るみたいなもんですよね。一瞬もう特異点の状態を多分作ると思う。それと同じ原理で、俺たちは今左巻きが優位の宇宙だけども、どっかには右巻きが宇宙があって興味深いですねこれ。興味深い。何日間か連続で喋れちゃいますね。いや俺はどこまでも話す直木マンって皆さん直感がものすごくて、直木マンがそういう風に思ってるっていうのは多分いい方向に行くと僕でも自分でも思ってて、感覚的にそれで生きてきてほぼ間違ったことないので。沖縄でサーダカ生まれって言うんですよ。サーダカ？沖縄って空間中にあるセジっていうエネルギーがあって、それをみんなが使えるように。ちなみにこれ女性しか使われないって昔は入れてたんだけども、サーダカ生まれって空間中にある言葉ではプラーナ、また木っていう名前でもいいけど、沖縄ではこれをセジって言うんだけど、このセジを刀につけると、これセジ漬けっていう儀式らしいんだけど、歴史研究家の嘉数仁佐先生って方がいて、その方に教えてもらったんだけど、中国から当時の琉球に訪れた太中っていうお坊さんがいて、大げさに何も書いたりしないんだって、でもその太中が琉球ってやべえぞって書いた文章が残っていて、琉球人が俺すげえぜじゃなくて第三者機関が書いたのがあって、それに書いたのがものすごくて、沖縄のノロさんたちっていうのがいるんだけど、ノロさんたちっていうのは祈りが終わった後全員パタって死ぬんですって。パタって死ぬけども、沖縄にある赤水っていう水を溶いて口の中に入れたら生き返るとか、そんなの全部書いてあるんです。その中で刀に世辞をつけたら無双になるとかで、船に乗っていく人たちには、女性は世辞っていうのは髪の毛に乗るから、だから髪の毛女性よく言うね。髪の毛っていうのはいらないミネラルが出てくるから金属的なものだと思うのね、磁場的な。切って渡すっていうのが沖縄にあって、それも世辞を渡すとか、世辞をよく使える人のことをサーダカさんっていうの。直感力だったり勘とかなんですか？うちの娘がサーダカで、うちの妻もサーダカ、妻のお母さんもサーダカ。じゃあみんな能力授かってるってことですか？そう、サーダカさんで、サーダカさんってでもね結構大変で、自分がやりたい仕事があると、公務員ですと、公務員の方がどう考えても安定給料です。この人がサーダカ生まれだったらそういう道に行かないと具合が悪くなってくるんだな。役に立たないとっていう。僕もだから就活やってて一回パニック障害みたいになって、絶対なる。この地球の今のあるものと全然馴染めなくて、自分でやりたいことやろうってやってこうなったので、会社とか無理ですもん絶対。自分の意思じゃなくてもそこに歩かされるのよ、サーダカの人って。うちの娘がサーダカでめっちゃ楽しくて、子供が3名いるのね。一番上がもう高校生になってる。大きいですね。この2番目の女の子生まれた時に夜泣きするのね、子供っていうのは。夜中に抱っこして立たないと泣き止まないのね、この人が。これ相談しに行ってユタさんに。そしたらユタさんの子供はもっとサーダカ生まれで、泣いた時にテーブルの上に立たないと泣き止まない。どん
なポジションよ。その時また俺が科学的なバーって思ったんだけど、窒素関係ねえかなと思って、空気って比重でどこに何が溜まってるかちょっと違うと思うんですよね。そもそも俺アパートの3階に住んでるのよ。2階からしたら俺こうやってやってるようなもんじゃん。俺が生きているこの現実世界、俺が投影しているこのプロジェクションマッピングの中で、俺が意識の投影の下で高くないとっていうのがあるのだ。なるほどね。ここの部分にやっぱりいいものが、ここの部分に悪いものが溜まるっていうのは観測者の観測。多分25階で俺が住んでいてもどっちみちやっぱり立たないと。現実ってさ、その人の意識がここを低いか高いかって思ってるだけだから。解釈ですよね。沢高生まれの人って多分直木マンもお母さんが抱っこするときに立って抱っこしようと思う。面白い。できる限りちょっと上に持っていかないといけないと。沢高さんはみんなそういうことですか？窒素、おそらく窒素の関係。窒素かなと俺は思ってるけど、窒素か観測者の世界によるものかな。レイビリッジとかいいんですか？言っときましょうよ。いいの？何されてるんですか、レイビリッジでは。僕がね、このレイビレッジっていうのを引き継いだエピソードを話します。伊勢神宮と出雲大社があって、それを直線で本当に結ぶぴったり。でもレイラインとかそういうの？そうですね、はい。そういったラインがあります。今度は北海道と沖縄直線で結ぶ。するとちょうどど真ん中に一つの点ができます。ラインだったら何個も点があるけども、二つの線がレイラインが結ばれるところってレイポイントになるんですよ。波動の法則っていう本を書いてる足立育郎先生という方が絡んでくるんですけど、当時のスピリチュアルのめちゃくちゃ走りの人で、それを書いた足立育郎先生もここに世界中に11機しか配置していない波動発生装置っていうのがあって、そのうちの3機がこの敷地内にあるんですよ。11分の3がね。僕この施設を引き継ぐ時の条件が、どの建物を壊してもいいけど3機の波動調整器をもしもずらしたら日本が沈没するぞっていうのが作家仲間から僕にってことで、僕が今これを引き継ぐことになったんですね。受け継いで3年目ぐらいで村の情報が出てきて、実はなって、僕たちがいるところのすぐ横にスサノオノミコトの前方後円墳があるんじゃって話を始めて、やばいじゃないですか。スサノオノミコトって日本の古事記、また日本神話で日本で死んでることになってる。アマテラスってよく考えたら日本に降りてきてないの。アマテラスのお墓がありますって嘘だけど、スサノオノミコトの墓ってどっかにあってもおかしくないの。見つかってないんだ。今の時点で一番古い前方後円墳からさらに何千年って前なんです。神話の話だから。それがここだよって、それ80歳を超えてる村の人しか知らなくて、この村のさらにこのおじいちゃんぐらいの世代の頃は入り口まで知ってたんです。この山のお墓のね、スサノオの。これが僕たちが今やってるレイビレッジってところのすぐ目の前で。なんか前方後円墳って言われてるんですか？もっこりしてるんですか？山になってる。この村がね、位を与えるって書いて宵の村っていうものだけども、誰かに多分身分を与えてたんでしょうね。周りを山に囲まれて、前を揖保川っていう川で囲まれて、誰も入れないところなの。そこのちょうどど真ん中にこんもりとした丘があって、それが前方後円墳だって言われて、すごいの。とにかくさっき言った伊勢と出雲の中間でアイヌと琉球の中間でみたいな。そこで今レイビレッジっていうキャンプ場兼リトリート施設のようなものをやってるから、よかったら遊びに来てっていう誘いたかった。直木マンめちゃくちゃいい場所だから。マジで面白い話ありがとうございます。いいお腹にしていきましょう。本当に、ぜひよろしくお願いします。ね、頑張りましょう一緒にね。本当に協力できることいっぱいあると思う。いや、ありがとうございます。一回りぐらい多く生きてる分、渡せるような知見というか、今ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。いや、本当ありがとうございました。